不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。これは私の友人からいただいた彼の上司の方の体験談です。その方をここでは仮に岡田さんとしておきます。岡田さんが小学生の頃に家族は中古の日本家屋に引っ越したそうです。その家というのがかなり年季の入った日本家屋で、湯船が木でできているような古い家でした。まだ子供だった岡田さんでも初めてその家に入った時、冷たく薄暗くゾッとするくらいの不気味な雰囲気がしました。そして岡田さんは家の中に家族以外の誰かがいる気配を感じ、嫌だなこの家に住むのと子供ながら不安だったそうです。でもいざ住んでみると特に不便もなく何事もなかったので、岡田少年は最初に感じた嫌な気配は思い過ごしだったとほっとしました。ところがそんな平穏な日々が一月ほど続いたある日のことでした。突然パトカーと救急車のサイレンがけたたましく遠くから聞こえてきました。岡田さんの家族はどこかで事故でもあったのかなと思っていると、そのサイレンの音はどんどん大きくなっていき、右隣の家の前に緊急車両が止まったそうです。岡田さんたちは何事かとすぐ外に出てみると、なんと右隣の家から赤々とした炎が上がっていました。その黒煙を上げながら燃え上がっている炎に岡田さんたちは驚愕しましたが、幸いにも火の手は岡田さんの家までは及びませんでした。でも鎮火された後にお隣の住人は焼死したことが分かりました。そしてしばらくはこの火災のショックでみんな騒然となったということでした。ところが火災からいくらも経たないある夜のことでした。突然岡田さんの目の前でお父さんが血相を変えてバットを持ちながら家を飛び出したそうです。岡田少年はびっくりしてすぐにお父さんを追って外に出ました。するとお父さんは今度は火災のあった家とは逆の左隣の家に駆けつけ、持っていたバットで窓を叩き割り中に侵入しました。そしてお父さんは中にいる人の様子を見てすぐに救急車を呼んだそうです。その左隣の家の人は瀕死の重体で危険な状態だったそうで、なんとか病院で一命を取り留めました。後から聞いたお父さんの話では、家でくつろいでいると風に乗って左隣の家から強いガスの匂いがしてきたということでした。これは尋常ではないガス漏れだと思い、すぐにお父さんはお隣に何回も声をかけましたが、何の返事もありません。これはかなりまずいと思ったお父さんは、すぐにバットを持ち、隣の窓を叩き割り、中にいるお隣さんを助けたということでした。後で判明したのですが、実はお隣さんはガスで自らの命を絶とうとしていたそうです。岡田さん家族が引っ越して間もなく、立て続けに両隣で起きた不幸に、岡田さん家族はこの土地柄に漠然とした不安を感じました。でも岡田さん一家には今のところ特に何も起きていませんでした。ところがそんなある日の晩でした。いつものように岡田さんのお父さんがお風呂に入っていたそうです。一日の疲れを取り、木でできた古い湯船で温まっていると、一瞬ふと空気が変わったような感覚がしました。すると湯船の木目に突然二つの顔がぼーっと浮かび上がってきたのです。お父さんは驚いて固まっていると、その二つの顔の右の顔だけが不気味に光を放ってきました。
すると驚愕したお父さんが声を出す間もなく、お風呂のお湯の中にいきなりストンとすごい力で引きずり込まれたそうです。お父さんはうわーっと頭の中はパニックになり、必死でもがき引っ張る力に抵抗すると、なんとか溺れずに済んだということでした。お父さんは急いでお風呂から這い上がり、今のは何だったんだとしばらく恐怖に呆然としていたそうです。そしてお父さんはついにこの周辺の土地に何かあるのではと確信したので、その筋に詳しいある人に相談することにしました。そのある人とは当時地元では有名な霊能者でした。もともと心霊などに関心の薄い岡田さんのお父さんでしたから、藁をもつかむ気持ちで連絡したようでした。さてその日の朝は岡田少年は学校が休みで部屋で寝ていたそうです。するといきなりお父さんが部屋に入ってきて、お祓いに行くぞと言って家族全員車に乗せられました。道すがらお父さんは昨夜のお風呂での一件を話し、霊能者宅に向かっているということも教えてくれました。そして霊能者宅に到着し、挨拶もほどほどにすぐに霊視してもらいました。するとやはり岡田さん家族が住む家の一帯の土地に問題があるということでした。岡田家の周辺の土地はまず事実として先の大戦中に戦火で亡くなった犠牲者のご遺体を集める場所として使用されていたそうです。大空襲の後は遺体の山だったと聞いていますが、一箇所に遺体を集める必要があり、そういった土地だったということでした。それを聞いて岡田さんのお父さんは愕然としました。購入した中古物件がそんな墓場のような場所に建っていると知り、ショックでしたが、もう簡単には引っ越すことはできません。すると次にその霊能者は、まず風呂場で浮かび上がった2つの顔について説明してくれました。あくまで一人の霊能者の見解ですが、右の光った方は土地に根付く霊だということでしたが、左の顔は岡田さんのお母さんが以前に流産した子供の霊だったということでした。そしてその子供の霊はお父さんの守護霊ではなく、いまだに成仏できずに岡田家の一員としてこの世に残っているという話でした。霊能者は途方に暮れている岡田さんのお父さんに、それらの霊を慰めるために毎日仏壇に盛り塩をしなさいと助言しました。こういった忌まわしい土地に住む人は浮かばれない霊をとにかく供養するしかないということのようでした。そこで岡田さんのお父さんはそれらの霊のためにすぐに新しい仏壇を購入し、言われた通りに盛り塩をして、それから毎日欠かさず供養を続けました。でもそれを嘲笑うかのように、事態は決して好転しなかったそうです。供養を始めて間もなくでした。深夜家族が寝ていると、天井をタタ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 と何かが走り回る音がしました。それは猫やネズミのような小さな動物ではなく、明らかに人間の足音に聞こえたそうです。岡田さん家族は気味悪かったのですが、その足音はたびたび深夜になると聞こえてきました。そんなことが続いてしばらくしてからです。ある日、岡田さんのお母さんが仏壇の盛り塩を取り替えようとして仏壇の中を見るとゾッとしました。その盛り塩が一晩にして真っ黒に変色していたのです。その後もたびたび盛り塩を変えても次の日の朝には真っ黒になっていたそうです。
これらの現象は一つ一つは大きなインパクトはなかったのですが、このままこういった現象が続いていくと、いつかもっと恐ろしいことが起きるのではないかと、岡田さんはとても不安でした。そして岡田さんの不安の通りになりました。岡田さん家族は家の中のあちこちで黒い人影を目撃するようになっていったのです。それは突然不意をついてぼーっと現れ、この家には霊が共存しているのだと岡田さんたちは悟りました。でもそこまでおかしな現象が続いても、それでも岡田さん家族は助言通り霊の供養を毎日欠かさず続けたということでした。するとどれくらいの期間が経ってからなのかは分かりませんが、少しずつおかしな現象は起きなくなっていったそうです。そしていつしか気がつくと人影を見ることもなくなっていました。そうしてついに岡田さん一家はその家で平穏に暮らせるようになり、現在に至っているということです。ずっときちんと誠意を持って家族全員が供養を続けたことによって、浮かばれない霊たちも成仏していったのだと思います。でも大概は供養しても中途半端なようで、うまくいかないことが多い感じがします。これは引っ越さずに良い結果で終わった珍しいケースなのかもしれませんが、参考にもなるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。